していってね。変ね。確かここにあったはずなんだけど。はあ、またあの白黒か。パーチいる？あら、どうしたのレミ。退屈で仕方ないのよ。だから何か出して。あんたは私をどこぞの青タヌキと一緒だと思ってないかしら？青タヌキ？何それ？珍獣？別に私はパッチのことタヌキだなんて思ってないけど。失言だったわ。忘れてちょうだい。そう？気になるとこだけど。まあいいわ。それより、何を出してくれるの？そうね。どうせろくでもないことに使われるんだろうけど。ちょっと待ってて、レミ。期待させてもらうわ。はい。一人漫才でもしてろうと？違うわ。じゃあなんでハリセンなのよ。見た目はただのハリセンだけど、これには面白い魔法をかけてあるの。面白い魔法？そう。叩いた相手の本来そうであるべきことを無視させるというものよ。はめだく説明すると、要は叩いた相手のキャラ設定を思い通りにできるの。あ。まあ、実演した方がわかりやすいわね。ちょうど都合のいい実験台も来たし。ウィース、パーチョリー、また本借りに来たぜ。いいところに来てくれたわね、マリさん。歓迎するわ。お、なんだぜ。何か面白いことでも。いきなり何すんだよ、パーチョリー。どうしたのマリサ。パチ、これは？いや。一体、マリサに何したの？マリサを本恐怖症にしてみただけよ。まさか、ここまで聞くとは思わなかったけど。マリサ。やめて。それ以上はいけない。おー。まあ、ざっとこんな感じよ。確かにすごいけど、ハリセの意味は？遊び心というやつよ。それだけ？それだけ。あ、そう。まあ、面白いそうだし。借りていくわね、パチ。お好きに。ただ、やりすぎるとキャラそのものが崩壊してしまうから、注意し。結構痛いわね、これ。でもこれで大丈夫なはず。よね。よし。ほらー！
だ。やったー！ニコに照らされても平気だわー。解説しましょう。レミリアお嬢様はパチュリ様からお借りしたハリセンって自分自身を叩き、陽の光を浴びたらハイになるという弱点をなくしてしまったのです。あら、嬉しくてつい落としちゃったわ。さて、無限のカナダへ。ヤッフー。さて、どこ行こうかな。とりあえずレイムのとこにいてもお邪魔しようかしら。なんだ、天空かなんかよ。なんだとはご挨拶ですね。別に構いませんが、そんなことより取材させてくださいよ。なぜ太陽に照らされているのに平気なんですか？異変ですか？異変なんですか？今回は一体何をしたんですか？それともまたモリアですか？そうなんですか？そこのところ詳しくお願いします。ああ、そういえば先日カッパが。あや、ちょっと。何ですか？大声だとまずいことでも？うわっ！ひどいじゃないですか。急に何をなさるのですか？あら、あんなにずうずうしく質問攻めしておいて、よくそんな口が聞けるわね。そんな、ずうずうしくてなんて。すみませんでした。記憶って正しい。面白いこと思いついちゃったわ。ねえ、あや。はい、なんでしょう。少しの間、私の従者になりなさいよ。いきなりそのようなことを申されましても困ります。いいじゃないの。昨夜は今ちょっと手が離せないから、大吾を務めてほしいのよ。そうは申されても、私にメイド職の経験なんてございませんし、昨夜さんのような完璧な淑女でもありませんし、何より柄ではないと申しますか。いいからとっとと従え。今一度と私の従者を務めてくれるわね。社名丸あや。Yes, you are majesty. 大変結構。これは想像以上に楽しめそうだわ。私何してたんだっけ？気分はどう？マリサ。パチュリー。なんで私はここにいるんだ？忘れたの？いきなり図書館に来るなり眠いと言ってそのまま寝ちゃったんじゃないの？そうだったっけ？ハリスの魔法を解除するついでに記憶も消したのだから覚えてるわけがないわ。よく覚えてないけど迷惑かけちまったな。サンキューなパチュリ。どういたしまして。よかったらお茶でも飲んでく？いいのか？それじゃあお言葉に甘えさせてもらおうぜ。まあお茶を入れるのは私じゃなくてメイドだけどね。さてレミは今からどうしていることやら。再生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 。しかも500円玉、その上に2枚。合わ
せで1000円。ありえない、ありえないわ。これはきっと夢よ。そうに違いないわ。それともこれは異変だとしたら、一体誰が。すぐに犯人を探し出して手伝わないと。いや、むしろどうしたらできるのか教えるべきか。そうすればこれからの再生もカッパカッパと。どうなされました、お嬢様。いや、なんかやるせなくて。大丈夫ですか？ええ、大丈夫。問題ないわ。やめなさいよ、みっともない。うっさい。こっちはどこぞのお嬢様と違ってわずかな再戦でなんとか生計を立ててるのよ。お気持ちはわかりますが、何も豆乳口から無理やり取ろうとしなくても仕方ないじゃない。前の再銭箱は売っちゃって別の箱で代用してるんだから。そこまで財政難なのですか？そういうことなら私に言ってくれれば食事の面倒くらい見てあげたのに。誰がそんなみっともない真似をするか。今の方がみっともないです。まったく余計なお世話だってのよ、レミリア。レミリアへいと、あや、こんにちは。What？ なんであんた火の光を浴びても平気なのよ。っていうか昨夜は、それにこのあやなんか変なんだけど。なにこのカオスな状況。そうか、やはりこれは夢かなんかなんだ。レム。そうよね。わかってた。1000円もの再生を見た時点で妙な気はしてたんだ。おーい、レイム。私ってほんとバカ。ダメだこれは。相当重症ですね。今こそあれの出番では？あれ？あれね。レイムがあのざまだから完全に忘れていたわ。あれ？ない。まさかどこかでなくされましたか？イエス。ではすぐ探しませんと。私でほんと、すみません、意味がわかりません。仕方がありませんね。私だけで探すしかありませんか。すぐに見つけてまいりますので、しばらくお待ちください。で、レイムのやつ、焚き火の時に謝って、1000円札も。マリサどうしたんだぜ、アリス。そんなに息を荒げて。体は大丈夫？どこかおかしいところない？いきなり押しかけてきて、何のつもりかしら、アリス。何のつもり？それはこっちのセリフよ。マリサにあんなことして。話が見えないわね。何のことかしら。そうだね。むしろ私の方が迷惑かけたんだ。ごめん、マリサはちょっと黙ってて。とぼけだって無駄よ。紫もやし、こんなこともあろうかと常にマリサの周りに上海を忍ばせておいたんだから。おいおい、何のことだぜ。私には全く身に覚えがないぜ。当然よ。この汚い紫もやしはあんたの記憶まで消したんだから。それは本当なのか、パチュリ。下手にごまかすと面倒なことになりそうね。そうよ。アリスの言葉に一言一句の誤りもないわ。一体私に何をしたんだ？あんたを本恐怖症にしたのよ。本恐怖症？要は本が怖くなるの。それだけ。それだけって、あんた本だらけの図書館にそっとしたのよ。
覚えてなくて、いまいちピンとこないから、それはまあいいぜ。それよりも私が許せないのは、人様の記憶を勝手にいじったことだ。そうよそうよ。あなたを思えばこそ記憶を消したのよ。はあ、何を言って。元はといえば、たちの悪いマリサの泥棒癖を直そうと思って本恐怖書にしたのよ。それってなんで記憶を消す必要がある？そうよそうよ。それはさっきアリスが言った通り、マリサが恐怖のあまりそっとしたからよ。そんなドラウマになりかねない記憶を残しておくのは忍びなかったからね。パチュリー、お前悪いな。やっぱり迷惑をかけたのは私の方だぜ。鵜呑みにすんの？まあな。それにこういう重苦しい空気は苦手なんだ。明るく行こうぜ。ありがとうマリサ。アリスもそれでいいかしら？今日の方にが構わないって言ってるんだから、私から言うことは何もないわよ。アリスもありがとな、心配してくれて。やれやれ、なんとかごまかせたわね。でも半分は本当よマリサ。すっかりスルーしてたけど、いつ頃から上海に私をつけさせてたんだぜ。別にいいんじゃないの？重い空気は嫌いなんでしょ？そうだったな。ついさっき自分で言ったばかりだったぜ。パチュリナイス。やれやれ。結局見つからずじまい。弱りましたね。大事に至らなければいいのですが。お嬢様？お嬢様、どちらへ？これは一体。妖怪ということは、今の攻撃をかわすなんて、さすがは幻想巨一。最速なだけはあるわね。これはあなたの仕業ですか？お嬢様と巫女さんに何をしたのです？実はちょっと面白いものを拾っちゃってね。その実験台になってもらったのよ。面白いものを拾った？ちょうどいい。パンダにもいろいろバカにされてきたからね。それはこいつの次の実験台にしてあげるわ。ご視聴ありがとうございました。初の投稿作品ということもあり、大変お見苦しい場面が多あったことと思いますが、いかがだったでしょうか。少しでも楽しんでいただけたのであれば幸いです。ちなみに私は本編でナレーターを務めさせていただきました。カメラマンは私、伊沢よい咲夜と小石がやってたよー。で、私が編集。このホーメリンと私が務めたアシスタントな。監督補佐には私が。そして監督は私だよ。みんな面白かった？撮影中は本当に大変でした。
発作のイクさんが貴殿を聞かせていなかったらどうなっていたか。あなたたちが最高の作品を作る意志を見せなければ、私はこの幻想郷を破壊し尽くすだけだといった感じでどやされ続けましたからね。それに耐えきれず、モコさん、小石さん、ウツホさんの3人が怒って、地味に撮影裏で幻想郷を揺るがす事件が勃発していたという事実。そしてそれを丸く収めたのもイクさん。あの時はさすがにヒヤリとしました。むしろこっちを取った方が良かったかな。私のいない間にそんなことが。ちょっと雑談してないで進めてよ。へいへい。そんじゃ撮影陣の選抜理由でも言うか。まずカメラマンだが、これは作者の時止めと小石の無意識が撮影に都合が良かったから。昨夜はともかく、なぜ小石様？お前は理由知ってるだろ。忘れた。焼き鳥にしてやろうかこいつ。もういい？これをお姉様たちには内緒でこっそり撮ってるの。なのでパチュリ様たちは撮影されているのに気づかれていません。だから小石の能力が必要不可欠なのよ。なんでわざわざそんなことしたの？面白そうだから。それで話を戻すが、アシスタントにメリンと私が選ばれたのは体が頑丈そうだからだそうだ。私は空気を読んで発作につきました。ウツホに編集を任せたのはなんとなく向いてる気がしたのでナレーターになりました。しかし改めてメンバーを見直しますと、何と言いますか、カオスだよね。よくこれで無事撮影が終了したものです。どうやってこのメンツを揃えたかって？そんなの簡単よ。ウツホと小石は悟りに頼まれてと言ったらホイホイついてきたし、モコはなんかどうしてて暇そうだったからスカウト。イクはお願いしたら即 OK。 ちょっとそれでどういうこと？悟り様の命令って言ってたじゃん。急に立ちくらみが。おい、とぼげるな。騙されたあんたらがバカなのよ。言ったわね、バカという方が。なに？やるの？何やら熱い空気に。先生、お願いします。かしこまりました。フィーバー！本編の後編なんですが、何分投稿者が影響されやすいたちでして、後先考えずに作品を作るため、さらにカオスな展開が予想されます。本当は戦闘シーンなんて考えていませんでしたよね。ついでに言うと、撮影陣も私たちコーマ館組だけの予定でした。なぜこうなったし、やりたいと思ったことを片っ端から詰め込んでいますよね。おい、締めの挨拶が長すぎるぞ。おっと、これは失礼しました。それでは改めて本編と茶番にお付き合いしていただき誠にありがとうございました。